かつて東南アジアに存在したスンダランドの水没と、そのすぐ東の海にあるビスマルク諸島で花開いたラピュタ文化。時代だけを見ればその間にはおよそ1万年もの隔たりがあります。ところがなぜラピュタ人はあれほど高度な航海技術を持つようになったのか、その背景をたどっていくと、この2つは意外なほど深くつながっていた可能性が見えてきます。こんにちは。世界をつなぐ古代の話です。今回は南太平洋の真ん中に突然現れたと言われるラピュタ文化がスンダランドの水没と関係していたのではないかということについてお話ししていきます。まずはラピュタ人の移動を説明するときによく使われるこの有名な地図から見ていきましょう。実はこの地図、誤解されやすい大変紛らわしいところがあるんです。それはこの地図に書かれている年代は実際に台湾から来た人たちが到達した年代というわけではないということです。いつから言語が伝わったのか、それを調べる方法はありません。そこで遺跡や土器の年代をもとにして言語が広がった時期を推定しているのです。例えば出台湾の紀元前3000年頃という年代は、台湾島のダーペーリ軍文化遺跡、フィリピンの紀元前2200年頃というのは北フィリピンのナグサバラン遺跡といったように確認できる遺跡の年代が元になっています。この年代、台湾から離れるほど後から始まっているように見えますが、この順番付けには反論もあります。土器や文化は交易や交流を通じて広まることもあり、発見されていないだけでもっと古い時代から文化が始まっていた可能性もあるからです。でも人が移動したのではなく、文化だけが広まったのだとしてしまうと、今度はまた別の疑問が解決できなくなってきます。それはなぜこれほど広い海域によく似た言語や遺伝子の特徴を持つ人々が散らばっているのかということです。大規模な人の移動がなければここまでの広がりは説明がつかないというのです。そこで登場するのが遺伝子学者、医師であり作家のステファン・オッペンハイマーが1998年の著書で提唱したリバースミグレーション仮説です。その根底にあるのが氷河期の終わりまで存在していたというスンダランドにその起源があるのではないかという発想です。実際、氷河期の終わりの海面上昇によってこの海域では海岸線が劇的に変化したということが分かっています。オッペンハイマーはスンダランドで暮らしていた人々が沈まない場所を求めて四方へ移動していったその時こそがオーストロネシア人の拡散の始まりだったと考えました。出台湾よりもはるかに古い氷河期の終わりをオーストロネシア人の拡散の起点とした人々の移動には大きく分けて2つの段階があるとしています。まず第一段階は紀元前1万年頃に始まる海面上昇の時代です。最初に水没していったのは水深の浅い大陸棚と呼ばれる広大な低地でした。そこに暮らしていた人々は少しでも標高が高く安全な土地を求めて移動していったと考えられます。その時人々が自然と集まったと考えられるのが東インドネシアの島々からニューギニアにかけての島々でした。これらの島々は不思議なことに海面が上昇しても海岸線はそれほど激しく変化しませんでした。後にラピュタ文化が誕生するビスマルク諸島もそんな地理的環境の延長線上にありました。もちろんその時代の人々はいつまで海が上昇するのか知る由もありません。海面上昇が続いている間はまたそこも水没するかもしれない。そんな不安の中で人々はより安全な土地を求め、さらに移動を繰り返しました。オッペンハイマーは現在の東インドネシアの島々からニューギニア周辺にかけて世界でも例を見ないほど多様な言語が入り組んで分布していることに注目しました。普通なら近くの地域ほど同じ系統の言語がまとまって分布します。ところがこの地域では全く異なる言語グループがモザイク状に入り組んでいるのです。彼はこの複雑な言語分布こそが海面上昇の時代を通して人が移動し出会い混ざり合いまた移住していった長い歴史の足跡を映し出しているのではないかと考えたのです。海はようやく落ち着き、人々は各地に定着し始めます。そしてこの新たな環境の中から新しい文化が生まれていきます。
海面の上昇がようやく落ち着き、現在に近い海岸線になったのがおよそ紀元前4000年頃です。それを裏付けるような発見がいくつも見つかっています。その一つがニューギニア高地のクック湿地帯というところで、紀元前5000から4000年頃にタロイモを栽培する大規模な耕作地や排水路が作られていたということが分かっています。そしてその北岸の海では島と島の間を結ぶ黒曜石の交易が少なくとも2万年以上前から続いていました。黒曜石というのは主に刃物として使われていた貴重な石ですが、どこでも産出するものではありません。そのためその成分を分析すれば、どこの産地から運ばれたのかを特定することができるのです。興味深いのは、その黒曜石の運ばれる範囲がその頃から急に拡大し始めたのです。では何がその変化を引き起こしたのでしょうか。その手がかりになるのが、オッペンハイマーが著書の中で指示している考古学者パメラ・スワドリングの研究です。ニューギニア島北岸にあるセピックラム盆地、セピック川とラム川流域は現在では広大な湿地帯が広がっていますが、およそ紀元前5000年頃から3000年頃までここには巨大な湾が存在していたといいます。この湿地帯の下に眠るドンガン遺跡からは、人々が魚や貝を取ってココヤシやタコの木などから木の実やでんぷんを得て暮らしていた痕跡が見つかっています。こういう豊かな自然を利用した暮らしは東インドネシアやフィリピンの島々などにも共通するものを思わせるものがあります。そして驚くことに、実はニューギニアでも石を磨いて作る石器、つまり新石器がすでに存在していたということも分かっているんです。新石器といえば中国や台湾では石の斧や石の刃物が主なものですが、ニューギニアでは石のすり鉢やすりこぎが多く見つかるということが大きな特徴です。現在の台湾を含む東南アジアでも石のすり鉢とすりこぎは香辛料を潰す台所用具としてどこの家庭でも使われているものですが、ニューギニアで出土するものはもう少し大きくて、タロイモや木の実などを加工するために使われていたと考えられています。しかし興味深いのが、そのすりこぎには鳥などの動物をかたどった装飾が施されているということです。精巧に磨かれた滑らかな曲線を持つものは、日用品というよりは儀礼的な用途に使われていたのではないかと考えられています。ニューギニアでは現在でも伝統的な暮らしを続ける地域が数多くありますが、芋を潰す道具も儀礼の道具も多くは木で作られています。そのためこの石臼や石のすりこぎを作った人々は現在知られる文化とは異なる伝統を持っていたのではないかとスワドリングは考えました。そしてこの石臼とすりこぎはニューギニア東部の高地だけでなくビスマルク諸島にも運ばれていました。セプティックラム盆地に広がる内海を中心にビスマルク諸島の黒曜石交易ネットワークと古くから農耕が発達していたニューギニアの高地が一つの巨大な交流圏として結ばれていたのです。ところがそんな環境にも大きな転機が訪れます。およそ紀元前2000頃になるとセピック川とラム川が大量の土砂を運び込み、かつて広がっていた内海は次第に湿地へと姿を変えていきました。水辺の環境が変わると人々の暮らしや交易ルートも変化します。その環境の変化によって人々の交流が海へと向かい、ビスマルク諸島との結びつきがさらに強まった結果、そのネットワークの中からラピュタ文化が誕生した可能性があると考えました。湾が縮小し湿地化が進行したのが紀元前2000年頃、ラピュタ文化が現れたのが紀元前1300年頃。なぜこのタイミングだったのかという問いに答えるにはまさにぴったりなタイミングのような感じがしますよね。でも残念なことにその関係を裏付けるような確かな発見はまだありません。というのもかつての海岸線は膨大な土砂や湿地の堆積物の下に深く埋もれていて、発掘された遺跡はほんの一部に過ぎないからです。オッペンハイマーはこのセラピックラム湿地帯こそラピュタ文化の起源を解くミッシングリングの一つだと主張しています。そしてこの地域の本格的な調査が進めば、台湾の新石器遺跡よりももっと古い
先史時代の文化や遺跡、定住の痕跡が見つかるのではないかと述べています。それではこんな大発見を踏まえて、現在の主流な考え方ではラピュタ人の祖先はどこからやってきたとされているのでしょうか。やはり主流は台湾起源説です。ただし台湾から急に進んだ文明が運ばれたというよりは、ここですでに存在していた農耕や交易ネットワーク、航海技術と融合しながらラピュタ文化が開花していった、そんな見方が支持されているのだそうです。その後の研究ではニューギニア高地のクック湿地帯はもっと古く、なんと1万年前頃から農耕が始まっていた可能性があるということについても研究が進んでいるそうです。確かにここはサフールランドへ渡っていく重要な交通の要所だった可能性があります。いかがでしたでしょうか。ラピュタ人の話は突然現れたと考えるよりも、その背後にある何千年もの環境の変化と人々の動きをたどっていった方がはるかに奥深くて面白いと感じていただければ幸いです。ラピュタ人がどこから来たのか、このテーマについては土器や食文化など別の視点からの議論もありますので、これから何回かにわたって紹介していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。